店の名前に隠された暗号。山口県の片隅に釣り吉というなんだか気の抜けた名前のラーメン屋があります。釣り好きの店主がやってるのかなと思いますよね。ところが、この店の名前にはある暗号が隠されているんです。直接は名乗れない一人の師匠の名前、それをこっそり忍ばせた暗号。今日はその謎解きから始めさせてください。こんにちは。田舎の余白へようこそ。このチャンネルではガイドブックには載らない地元の人だけが知る日本の暮らしと文化をゆっくり紐解いていきます。今日の舞台は山口県の宇部市。瀬戸内海に面した元は炭鉱とセメントで栄えた工業の町です。観光地ではありません。新幹線で素通りしてしまう人がほとんどでしょう。でもこの町には地元の人だけが熱く語る独自のラーメン文化があるんです。その名も宇部ラーメン。まずこれがどういうラーメンなのか、一言で言うとすごく濃くてすごく臭いんです。スープは博多ラーメンのような真っ白じゃなくて茶色く濁っている。鼻を近づけると豚骨独特の結構強烈な匂いがする。麺は博多の極細パツパツじゃなくてちょっと太めの柔らかい麺。正直人によってはうっとくるかもしれない。ところがこれが一度ハマると抜けられない。だから地元ではこう呼ばれています。草うま。臭いけどうまい。臭さとうまさが同じ一つのものなんです。じゃあこの個性的なラーメンはどこから来たのか。話は戦後すぐ1949年に遡ります。宇部に大阪屋という店ができました。これが宇部ラーメンの発祥と言われています。面白いのは、この味のルーツが宇部のものじゃないってことなんです。創業者はもともと福岡の久留米まで修行に行った。そこで覚えた濃厚な久留米の豚骨を宇部に持ち帰った。だから宇部ラーメンは博多系じゃなくて久留米系なんです。茶色く濁った濃厚スープも強い豚骨の匂いも元をたどれば久留米譲り。それが炭鉱や工場で汗を流す労働者たちにガツンと響いた。そうやってこの町の味として根付いていったんですね。そこから宇部には何軒もの名店が生まれます。1970年創業で今や山口12店を構える大きな存在になった一区。継ぎ足しの呼び戻しスープを昭和の昔から守り続ける味の三平。地元の人たちは一区派だの、三平派だのと自分のひいきを語り出すと止まりません。ラーメンの好みがもうほとんどその人の出身や生き方みたいになっている。それくらいこの町にとってラーメンは特別なんです。さて、ここからが今日の本題です。宇部のお隣に山陽小野田市という町があります。そこにかつて三平というもう一軒の伝説の店がありました。さっきの宇部の味の三平とは別の店です。ややこしいんですが、この小野田の三平こそ地元では宇部ラーメンの最高峰だと語り継がれている。濃厚な豚骨をさらに突き詰めた荒々しいほど力強い一杯。きつめの醤油だれ、しっかりした塩味、柔らかい麺。一度食べたら忘れられない、そういう味だったと言います。ところが、その小野田の三平が数年前閉店してしまった。ここで想像してみてください。あなたが毎日のように通った店、心の底からうまいと思っていた一軒。その味がある日ぷつりとこの世から消える。もう二度とあの一杯は食べられない。寂しいなんてもんじゃない。地元の人たちは閉店してからもずっとあの味が忘れられないと語り続けたそうです。そんな時、宇部の南小串というところに一軒の新しいラーメン屋ができた。それが冒頭の釣り吉です。一見釣り好きの親父が始めたような気の抜けた名前。ところが食べた人がみんなハッとする。スープを一口すすった瞬間、あの感覚が蘇る。
これ三平の味だと、地元ではこんな風に語られています。釣り吉の店主はもともとあの小野田の三平で働いていた人らしい。だからあの味を継いでいるんじゃないかと、あくまで地元の人たちの間で語られている話で、店が公式にそう名乗っているわけではありません。でも面白いのはここからです。なぜ店の名前が釣り吉なのか。これも地元の語りなんですが、師匠の店の名前三平をそのまま使うわけにはいかなかった。屋号というのは勝手に名乗れないものですから。じゃあどうするか。ここで一つのいたずら心が働いたと言われています。三平という名前から誰もが思い浮かべるあるもの。そう、昔の人気漫画釣り吉三平。釣りの天才少年三平くんの物語です。つまりこういうことです。三平とはもう直接は名乗れない。でも釣り吉と名付ければ、その先には必ず三平が浮かんでくる。釣り吉三平。名前を口に出すたびに消えてしまった師匠の店の名前が小玉のように響いてくる。これが店の名前に隠された暗号なんです。考えてみるとすごいことだと思いませんか？直接は名乗れない、敬愛する師匠の名前。それを誰にも文句を言われない形で店の看板にそっと刻み込む。毎日その看板を掲げるたびに、お客さんがその名を呼ぶたびに、その声の向こうで消えたはずの店がちゃんと生きている。味は受け継ぐ。名前は暗号に変えてそっと忍ばせる。なんというか、これはもうラーメンの話を超えて一つのラブレターみたいなものですよね。もちろん、この暗号説も店名の由来も地元で語られている話であって、確かめられた事実ではありません。でも、たとえ話の半分が人の想像だったとしても、僕はこの物語が好きなんです。なぜなら、この町の人たちが、それだけ本気で一つの味を惜しみ、語り継ごうとしているその気持ちの方が、よっぽど本物だからです。釣り吉のラーメンを三平そのものだという人もいれば、今風に少しまろやかになったという人もいます。評価は分かれる。でも、みんなが口を揃えて言うことが一つだけある。食べた瞬間に、あの三平の面影を感じると。僕はこの話を知ってから、宇部ラーメンというものが、ただの濃くて臭いご当地ラーメンには見えなくなりました。1949年、久留米から運ばれてきた一杯の豚骨。それが宇部に根付き、何軒もの名店に枝分かれし、ある店が消えても、その味と記憶が、また別の誰かの手で、別の名前で、そっと受け継がれていく。一杯のラーメンの中にこの街が積み重ねてきた何十年もの時間と人の思いが全部溶け込んでいるんです。草馬、なんてとぼけた呼び方の奥に、こんなに濃い物語が煮込まれている。あなたの地元にもきっとありますよね。観光客は素通りするけれど、地元の人だけが味も思い出も丸ごと知っている、そんな一軒の店。それはどんな店で、どんな物語をこっそり抱えているでしょうか。よかったらコメントで聞かせてください。宇部ラーメンや釣り吉のこともっと知りたくなった方は、いつもお使いの動画プラットフォームでぜひ探してみてください。チャンネル登録をして他の動画も覗いてみてくださいね。それではまた次の余白で。